ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SnowMan 向井康二ファインダーミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、SnowMan ソロ曲歌声分析シリーズ第9弾ということでですね、今回は向井さんのソロ曲ファインダーを歌声分析していきたいと思います。約2ヶ月にわたってですね、SnowMan のメンバーのソロ曲歌声分析シリーズを公開していったわけですけれども、ついに今回の向井さんのファインダーで終わってしまうかと思うと、ちょっとね、寂しいですね。でも一人一人のソロ曲を分析することによって、それぞれのメンバーの歌声に対する知識っていうのもものすごく上がったので、今後の SnowMan の楽曲の歌声分析もですね、今まで以上に細かい部分まで見れるんじゃないかなっていうふうに思って、すごく楽しみなんですよね。先日公開したシリアスもですね、個人的にはね、今までよりも細かい部分まで分析できたんじゃないかなっていうふうに思っていますので、僕の中のね、SnowMan知識がですね、ものすごく向上していて嬉しいですね。そして今回の向井さんのファインダーの歌声分析をしたわけですけれども、いや、めちゃくちゃ感動しちゃいました。もう向井さんは歌声の表現の天才なんじゃないかなっていうふうに思っちゃうぐらい、ちょっとした声の雰囲気の変化で感情を 100% 相手に伝える魅力を持っていますっていうふうにね、思いました。すごくストレートな歌声に気持ちが乗って心にこうぐさぐさ突き刺さってくるというかね。そしてファインダーの歌詞の世界観がですね、僕はね、すごくグッときましたね。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして今回の向井さんのファインダーの歌声分析動画で、鶴さんのボーカルルームで公開している SnowMan の歌声分析動画初めて見たよっていう方はですね、概要欄に過去に公開した SnowMan の歌声分析シリーズをまとめた再生リストっていうものの URL が載ってます。そこをクリックしていただくと、一覧でですね、バーっていう風に過去に公開した SnowMan の歌声分析動画が出てきますので、ぜひそちらのチェックもよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SnowMan 向井康二ファインダー歌声分析 GO!今日の空におはようを添えて君に送る毎朝のルーティン。ものすごく切ないですね。で、向井さんの声の出し方なんですけど、口の中の口腔共鳴と鼻の中の鼻腔共鳴、この2つをメインで声質を作ってるかなって思います。で、声量的にはすごく小さい声でレコーディングしたんじゃないかなって思います。本当に耳元でこう囁いているような、そういった感じで歌ったんじゃないかなっていうふうに思います。今日の空におはようを添えてみたいな。僕は今ウィスパーボイスっていう声に息の音を混ぜるテクニックを使って向井さんみたいな雰囲気を表現したんですけど、でも向井さんはもともと持っているものがこういった息混じりなニュアンスなので、その声が曲にめちゃくちゃ合ってますよね。もうね、出だしから感動しちゃってます、僕。もう一回聞いてみましょう。今日の空におはようを添えて君に送る毎朝のルーティン。超いい曲。で、曲調はこうバラードっぽい感じなんですけど、リズムはドン、パンツ、ドッドドン、パンみたいな感じで、弾んだ感じになってるんですよね。この弾んだニュアンスがまたちょっとね、寂しさを表現してますよね。いや、次行きますよ。朝のルーティン。昨日も頑張った君はまた寝てるよね。しみる。めちゃくちゃしみますね。なんかこういった物悲しい感じの曲調とタイトルのファインダーっていうワード、今の現時点での僕の予想ですよ。これはね、失恋ソングなんじゃないかな。この曲の
物語の中に出てくる君との思い出、それをこう写真に撮ったとか、そういった意味でのタイトル、ファインダーなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、今のフレーズもう一回聞いてみましょう。昨日も頑張った君はまだ寝てるよね。寝てるよねの歌い方がすごく優しいですよね。ここでさっきよりもさらに声量を落として優しさを表現しているポイントです。今回の向井さんのソロ曲の歌声めちゃくちゃ繊細ですね。声量っていうのはある程度出した方がいい声を作りやすいんですけど、こういった囁いた声で魅力的な歌声を表現するって難易度が一気に上がるんですよね。本当に細かいコントロールが必要になってくるっていうか、いや、さすが向井さんですね。次いきますよ。昨日の写真たちを眺めて君がいないことを確かめて。で、A メロ2回し目で、子音をちょっとだけ強くしたんですよね。子音を強くすることによって、アクセントって言われる強い音が生まれるので、この曲の弾んだようなビート感が、若干ですけど強調されるんですよ。こう体がこうね、揺れるようなリズム感を感じることができるというか、もう一回聴いてみましょう。昨日の写真たちを眺めて君がいないことを確かめて。昨日の写真たちを眺めて君がいないことを確かめて、すごく意味深ですよね。君の姿を見てしまうと思い出しちゃうとか、そういうことなのかな。ストーリーの続きが気になりますね。いきますよ。確かめてなかなか会えない僕らだけど負けない。寂しい気持ちなんですね。だから写真を眺めて君のことを見つけてしまうと、会えない寂しさにくじけてしまいそうだから、君がいないことを確かめたんだ。なるほどね。いや、本当にね、この君に会えなくて寂しいっていう気持ちが歌声からもこうね、すごく滲み出てきていて、もう序盤でね、めちゃくちゃ感動しちゃってます、僕。向井さんの歌声の世界観が素晴らしすぎて。いやー、すごいですね。次いきますよ。ここで曲にビートが出てきて、ビートってドラムが入ってきて、歌声に込める感情の強さが増したニュアンスが出てますよね。君に会える日をすごく心待ちにしてるっていう強い感情を感じれるポイントですよね。で、歌的にはですね、優しい感じの囁く雰囲気はキープしたままなんですけど、言葉のアタック、るのこの一番音が鳴り始めたタイミングがですね、曲のアクセントの部分にこうぴったり合ってるんですよね。こうぴったり合うことによって曲全体のアタック感が前に出るんですよ。その結果どうなるかっていうと、先ほど言った強い感情が表に出てくるっていうところにつながってきます。もう一回聞いてみましょう。で、こういうポイントをですね、決めって言います。バックのサウンドのバンド帯と歌のアクセントの位置がぴったり重なるポイント。これを決めって言うんですけど、すごくね、こう、会える日を楽しみにしているっていう気持ちがね、伝わってきますよね。次いきますよ。日々前向きに強くなるほどね。会える日を楽しみに毎日頑張っているっていうことですよね。なんかね、歌詞の意味がすごくストレートなので、自分の実体験とね、照らし合わせちゃいますね。もう一回聞いてみましょう。日々前向きに強くで、ここから声が若干強くなってますよね。そう、囁いているっていう雰囲気から、普段日常会話で喋ってる時ぐらいまで声の輪郭がはっきりしてきたというか、簡単に言うと少し強い声で感情を表現している向井さんの歌声っていうかね。いや、こういう風にね、声量で感情を表現する歌っていうのがね、一番伝わってきますよね。次いきますよ。
なるほどね。会える日を楽しみにして頑張っているけど、本当は寂しいっていうことですね。そうですよね。なんかね、すごく共感しちゃいますね。もう一回聞いてみましょう。だけど本当は寂しいんだ。もう寂しいっていう気持ちがすごく強いっていう風に感じますよね。この寂しいんだっていう風に歌ってるところで、さらに強い声を持ってきているんですよ。なので、寂しいっていう感情がものすごく伝わってくる。本当は君に寂しいっていう風に伝えたいけど、でもそれができないっていうこのもどかしい感情がね、歌声から伝わってくるっていうかね。次からサビかな、聞いていきましょファインダーにはう。わ、綺麗な声。君がいなくてやばいね、これはね。裏声のところがね、すごく切なすぎますね。めちゃくちゃ綺麗な声だしね。ファインダーには君がいないんですよ。やっぱり大切な君と離れ離れになってしまったっていうことかな。さっき言った失恋ソング、これもしかして当たってます？ファインダーには君がいないんですよ。A メロで一回写真に君がいないか確認したみたいな歌詞があって、サビでまたファインダーには君がいないっていうワードが来て、同じようなニュアンスが2回繰り返されることによって2回目のワードっていうのがすごくパワーワードに変わるんですよね。これはまあね、歌の理論っていうよりも作詞の方の理論なんですけど、その2回目が強調されるというか、やっぱり失恋ソングかな。もう一回聞いてみましょう。ファインダーには君がいなくてもうこのね、裏声が切なすぎてね、もう本当に涙が出そうになる。もう向井さんが泣きそうな気持ちを押し殺して感情をこうね、表に出してるような雰囲気が、僕はね、そういう風に感じちゃったわけですけれども、なんかね、すごく感動しちゃいますね。で、裏声の出し方なんですけど、ものすごく綺麗な出し方じゃないですか。これは鼻を経由して声の響きをですね、頭の方に持っていってるんですよね。頭部共鳴って言ったり、英語ではヘッドボイスって言ったりするんですけど、頭を響かせることによって声がね、ものすごく艶やかになるんです。美しい歌声になるというか。向井さんそれ使ってますね。その綺麗な声だからこそ、なおさらね、こう泣きのフレーズに聞こえちゃうわけですよ。いや、素晴らしい。次いきますよ。何度も何度も君を探した探したんだよ。何度も何度も探したんだよ。でもファインダーには君がいないんですよね。いやー、この世界観、本当にね、切ないですね。その切ない世界観の中で、向井さんがね、ラーメン食べてますよ。このギャップね。悲しくてもお腹は減るんだ、みたいなね、そんな感じでしょうかね。もう一回聞いてみましょう。何度も何度も君を探したやっぱね、裏声がね、絶品ですね、向井さん。普段 SnowMan の楽曲では、僕がね、今まで歌声分析をした動画の中っていうだけかもしれないんですけど、ここまでね、裏声をメインで披露してる向井さんの歌声って聞いたことがなかったので、ものすごくレア感があるなっていう風に感じますし、素晴らしい裏声。いやー、たまんないですね。次いきますよ。切り取った世界に君を思い浮かべて難しいフレーズですね。すごくね、音が取りにくいフレーズだったかなっていうふうに思います。切り取った思い出に君を浮かべてっていうことは、君と一緒にいた時間を思い出してるってことかな。なんかね、そんな感じに聞こえました。すごく音が取りづらいフレーズなので、もう一回聞いてみましょう。切り取った世界に君を思い浮かべてほら、すごく高い音からこうね、うねるような感じのフレーズが続いて、最後またクイッと音が上がるんですよね。ものすごく難しいフレーズ。そこに最高の感情を乗せている向井さんの歌、素晴らしいですね。次いきますよ。心のメモリーを満たす
ここで一回止めます。最後はね、ワンフレーズが来そうなんですけど、ちょっとね、落ち着かないと、もう本当にね、泣いちゃう。めちゃくちゃ感動しちゃってます、ずっと。やっぱりね、過去の君といた時間を思い出すことで、心を満たすっていうことですよね。やっぱり失恋ソングだ、これは。いやー、向井さんの失恋ソングやばいですね。感情が本当に伝わってきます。何人のスノタンの方々がこの曲で泣いたのか。めちゃくちゃ多いと思います。それぐらい向井さんの歌声からね、感情が伝わってくる。そういうことだと思うんですけど、さあ次のね、ワード聞いていきましょう。もう一言、シンプルに会いたい。これはやばいですね。いやー、本当に最強ですね、向井さんの失恋ソングは。過去の君との思い出を思い出すことで心を満たしているんだけど、それでもやっぱり会いたい。わ、切なすぎる、これは。いやー、素晴らしい感情表現だと思うんですけど、もうね、ちょっとね、目頭が熱くなってきてますね。これやばいかもしれないですね。1番でもうこの状態ですもん。いやー、2番どうなることやら。行きましょう。もう少しで一緒に頑張ろう。でも無理しすぎたらダメだよ。もう少しだ、一緒に頑張ろう。でも無理しすぎたらダメだよ。この曲が、ファインダーが失恋ソングなんだとしたら、これは過去に君とやりとりした思い出を言葉にしているっていうことですよね。まだね、この段階では過去のことなのかどうなのかっていうのがわからない状態ではありますけど、でね、ここでまたね、最初の囁くような歌声に戻ってるから、すごくね、またさらに心に響くんですよね。もう一回聞いてみましょう。もう少しで一緒に頑張ろう。でも無理しすぎたらダメだよ。でもよく聞いたら、1番の A メロよりも少しだけこう強い声を使ってますよね。1番の A メロが鼻と口中心だったのに対して、2番の A メロはですね、胸の響きと口、鼻、この3つがまんべんなく同じぐらいの割合で使われてるかなっていうふうに思います。向井さんが普段メインで使ってる歌声かなっていうふうに思うんですけど、やっぱり2番になってリズムが軽快な雰囲気出てるんで、そこに対して声を合わせにいった感じかな。次行ってみましょう。矛盾だらけの僕の言葉分かったな。一緒に頑張ろうって言ったけど、無理しすぎちゃダメだよっていうことに対しての矛盾だらけの僕の言葉、バカだなってことか。なるほどね。そういった些細な会話ですら、後悔しているってことかな。もう一回聞いてみましょう。矛盾だらけの僕の言葉分かったな。で、この曲なんですけど、ずっと多分向井さんは無表情、要は顔の表情ですね。無表情で歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。顔の表情っていうのはすごく声に感情が乗りやすいんですよね。明るい表情で歌うと明るい声になりますし、悲しい表情で歌うと悲しい声になるんですけど、多分ね、悲しい表情では歌ってないと思います。僕が推測する理由としてはですね、悲しい表情で歌ってしまうと全部が悲しいっていう感じになっちゃうんですよ。でも無表情で歌うと聞き手にとって悲しいっていう風に感じる人もいれば温かいっていう風に感じる人もいるので、そこまで考えて表情は作ってないと思うんですけど、向井さんの作った世界観を声で表現するためにあえて無表情でレコーディングしたんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。じゃあ次いきますよ。君がいる僕の小さな世界、何億かそれも物足りない。君がいる僕の世界っていうのは僕の中の思い出の中ってことかな。外の世界ではなくて心の中の世界だから小さな世界っていう風に表現したのかなっていう風に思います。そして何万画素でも足りないっていうことは思い出が更新されないので、その瞬間その瞬間に比べてしまうと思い出の中の出来事っていうのはどんどん色あせてしまうっていうことなんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。で、ここで先ほどよりもちょっ
と明るい表情の声を表現していますよね、向井さん。本当に悲しい時に少し明るい表現をすることによって感情表現的には痩せ我慢とか強がりっていう風な感情に聞こえてくるんですよね。多分ね、そういう風な感情表現なんじゃないかなっていう風に僕は思います。もう一回聞いてみましょう。君がいる僕の小さな世界何億画素でも物足りない何億画素か。さっき何万画素って言いましたけど、失礼しました。何億画素でしたね。やっぱりね、このちょっとだけ明るくなった雰囲気がさらに切なさを増幅させますよね。うわぁ、これはやばいですね。めちゃくちゃ切ない。次行きますよ。君を思い気づけばもうみんな好きまだたまらないほど好きなんですね。君を思い気づけばもうミッドナイト、もう深夜ってことですよね。もうそれだけ君のことを考えていて本当に好きなんだよってことだよね。ことだよね。なんか急にタメ口になってしまいましたけど、失礼しました。いや、歌詞の世界観と向井さんの声が合いすぎてますよね。これはね、すごいと思う。もう名曲、ファインダー。次行きますよ。気づけば現像した歌詞がね、出てきてしまいましたけど、気づけば現像した写真ですよね。写真をね、現像してしまえば、なおさら切なくなるっていうのは分かってるんだけど、少しでも近くで君を感じていたいってことですよね。そしてね、気づけば現像したっていう風に歌ってるところの声がものすごく寂しそうなんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。もう今にもね、こう泣き出してしまいそうな感じの雰囲気をね、僕は向井さんのこのポイントの歌声から感じたんですけど、だからなおさら先ほど言った切なくなるっていうのは分かってるんだけど、気づいたら写真を現像してしまっていたっていう風なイメージがね、頭の中にこう浮かんできたわけなんですよ。いや、感情表現の天才ですね、向井さん。ほんのちょっとの声の雰囲気で歌詞の世界観をものすごく伝わるような空気を作ってるんですよ。わあ、これはすごい。次いきますよ。君専君専用のアルバムを見て、続きがね、気になりますね。もうね、今歌詞は出てるんですけど、やっぱり向井さんの歌と歌詞をね、同時に聴かないと世界観っていうのがね、こうリアルで伝わってこないので、次ね、もう聴いちゃいますね。ここでサビに移るのか。あえて君の写真はあるのにの後の言葉は表現しないんですね。もう聞き手の想像力にお任せします。この続きのストーリーはってことですかね。君の写真はあるのに君はそばにいないっていうことだ。そういうことですよね、きっと。で、ここでまた強い声で表現することによって悲しさをね、マックスで表現してるわけですよ。で、サビに突入するわけですよね。サビっていうのは基本一番こう感情を込めるポイントだっていうふうに僕は思ってるので、ここでね、どういう感情がやってくるのか。さあ、行ってみましょう。なるほどね。ファインダーには君がいなくてっていうのは、君の写真を撮りたいけど、ファインダー越しに見た景色には大好きな君がいない。要は大好きな君の今を撮ることができない悲しみっていうことか。なるほどね。深いですね。ファインダーには君がいないっていうワード。もう一回聞いてみましょう。そう思うとなおさら切なくないですか？大好きな君の今を撮りたいファインダーの先には君はいないんですよ。めちゃくちゃ切ない。で、今の向井さんが歌ってるシーンの姿がですね、めちゃくちゃ悲しそうだったんですよ。だからなおさら切なく感じてしまって、いや、やばいね。
もうやばいの一言ですね。次いきますよ。何度も何度も君を探した探すよね。何度も探しちゃうよね。いないって分かっていても探してしまうんですよ。それだけ君のことが好きなんですよね。いやー、すごいね。もう何回も言ってるけど、本当に切ない曲ですね。多分ね、向井さんが歌うからこそ、ここまでの切ないっていう感情が心から感じることができるんですよね。いやー、本当に素晴らしい歌い手です、向井さん。次いきますよ。切り取った世界に君を思い浮かべて同じワードが来ましたね。でも1番のサビとはなんか感じ方が違いますよね。失恋ソングだっていう風にね、こうストーリーの情景が理解できてから聞くと、このワードがですね、すごくリアリティが出てくるっていうか、ストーリー的にね、やっぱり切り取った世界っていうのは君と一緒に過ごしていた過去の思い出っていうことですよ。君との過去を思い出して心を満たす、そういうことですよね。まあ次のね、聞くところが心のメモリーを満たすっていうワードが来るわけですけど、さあ聞いていきますよ。心のメモリーを満たすで、ここで止めたのは次のワード1番だったら会いたいだったんですけど、もしかしたら違うワードが来るかもしれないっていうふうに思って、1回目のサビと同様にこのタイミングで止めました。さあ、どのようなワードが来るのでしょうか。行ってみましょう。なんかね、会いたいっていうワードが2回続いて、その前のね、フレーズも1番目のサビと同様なワードが来たわけですけれども、やっぱりね、1回目のサビの同じワードのところとは、やっぱり感じる感情が違うかなっていうふうに思って、で、よくよく向井さんの歌声と歌詞を照らし合わせてみると、1回目のサビよりも2回目のサビの方が切なく歌ってるんですよね。だから同じワードなのに違う感情に聞こえるっていうのはそういうことなのかなっていうふうに思うんですよ。1回目のサビよりも2回目のサビの方が、さっきも言ったんですけど、やっぱりこうね、強い悲しみ、これをね、表現しているポイントなんじゃないかなって思います。次いきますよ。夜ね、思い出しちゃいますよね、やっぱりね。僕もね、失恋の経験は何度もありますので、すごくわかりますよ。夜になってね、一人になるとね、どうしても思い出しちゃいますよね。次いきますよ。で、C メロのこの部分でまた強い声を出すことによって、もう本当にね、心の抑えきれない感情を表現してるんじゃないかなっていうふうに思います。また夜が来た。もう限界だ。暗闇をさまよっていた。もう君がいないことで、もうお先真っ暗だみたいなね。僕がね、言葉にして説明するとすごくなんかチープな世界観になってしまうのが、すごく申し訳ないんですけど、もう何も手につかないような状態ってことですよね。もうね、ほんとね、ストーリーが気になる。次いきますよ。離れ離れになってしまったけど、まだ諦めきれていないから、君を追い続けるってことかな。ちょっとなんか希望の兆しが見えてきましたね。夜空を一緒に見に行こうっていうワード。ちょっと今のところの声もう一回聞きたいので、もう一回流しますね。なんか声の感じもちょっと明るくなってる感じがしますよね。前向きなポジティブな気持ちが芽生えてきた瞬間を歌声で表現してるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。今日は夕日色の星空。ちょっとね、言葉の意味としてはね、僕はどういう風なシーンだろうっていう風に思うんですけど、今日は夕日色の星空。夕方から夜になる瞬間の景色ってことかな。それともさっき夜が来たっていう風に言っていたので、君のことを考えていたら寝れなくなって朝が来る。その瞬間のことかな。なんか夜明け前
の時間帯なんじゃないかなっていうふうにね、僕は推測します。次いきますよ。これは何語だ？タイ語かな？ちょっとね、僕はよくわかんなくて、今のね、字幕を見て、なんかタイ語なのかなっていうふうに思ったんですけど、下にね、日本語訳で大好きだよって書いてあったんで、どういう意味かは分かったんですけど、次いきますね。タイ語かなさっきも言ってごめんなさい、2回同じこと言って。向井さんはなんか、タイ語だったら、タイとなんかゆかりがあるんですかね。ぜひね、スノタンの皆様、コメントで教えてください。君がいなくて寂しいよ。前向きな感じになったかと思ったら、やっぱり寂しいっていう感情があって、でも寂しいし、まだ君のことが大好きだから、一緒に星空を見に行こうよっていうところにつながるのかな。この先のストーリーが気になりますね。本当に。次いきますよ。うわ、ここで止めます。カメラを下げた、そこには君が、なんだ君がなんだよっていう風に思っちゃいますね。なんか、ファインダーは、もう聞いてると、本当に先が気になって、もう集中して聞いちゃいますよね。そういった魅力あると思います。で、1番と2番は、ここのハイトーン、要は高い音のところは裏声で歌っていたんですけど、多分ここ最後のサビですよね。その高いところを地声で歌ってるんですよね。地声でパワー感のある声を使うことによって、もう心の中の感情を全部表に出しているようなポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。僕はね、ストーリー的にこの次、カメラを下げた、そこには君がいてほしい。本当にいてほしい。じゃあ次行きますよ。まだわからない。まだわからないよ。笑顔と涙で愛しい君がどうなる君がどうなるよ。で、やっぱりこのね、地声で情熱的に歌ってる向井さんの歌声がね、すごくいいですよね。もうこの歌詞に込める感情が 100% 伝わってくるというか。で、歌声分析なので、ちょっとね、声について話したいと思うんですけど、ここはね、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使っています。すごくね、難しいテクニックなんですけど、さあ、歌声分析はさておき、もうストーリーが気になる。今回ね、ごめんなさい。歌詞分析みたいな感じになっちゃってますね。でもね、そのぐらいね、ストーリーが気になります。向井さんのファインダーは。じゃあ、君がどうなるのか、続き聞いていきましょう。切り取った世界に君を映し込んだ。切り取った世界って思い出ってことでしょ？過去の。いないの？君は。どうなんだろう。でもね、まだわかんない。まだわかんないですよ。この先に君は待ってるかもしれないからね。続きいきます。わ。ファインダーを通さずに君を映し込んだっていうことは、いるんじゃん。目の前にいるんじゃん、君が。うわ、嬉しい。これは嬉しい。曲の最後の方で君が目の前に現れてくれるんですよ。うわ、これは嬉しいね。なんかね、このストーリーだと向井さんが情熱的に歌ってる声の雰囲気が本当に嬉しいっていう感じの声に聞こえてきますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、なんかファインダーを通さずにって言ってる時の向井さんの声の雰囲気が本当に心の底から嬉しいっていう感じに聞こえませんか？なんかね、僕ね、そういう風に感じちゃって、すごく僕までね、このなんかほっこりした感じで、さっきからね、笑顔が止まらないです。嬉しすぎて。いやー、最後のワンフレーズ、なんてワードが来るんだろう、今度は。言ってみましょう。シンプルなんですけど、いいですよね。君を見た。要は目の前にやっぱり君がいるんですよ。わあ、嬉しいね。このね、ハッピーエンド。
ここまでのね流れとしてはハッピーエンドなんですけど、ただまだ動画がね30秒あるんですよ。まさかの大どんでん返しとかないですよね。行ってみましょう。なさそうなさそう。あ、なんか向井さんがこっちに向いてて、カメラのアングルが君の目線のアングルってことかな、これは。なんかそんな気がしてきますね、ここまで来ると。続き見ましょう。君と一緒にほら海を見て、あ、これだ、このシーン、このシーン。ごめんなさいね、字幕があってわかんないと思うんですけど、時間はね3分52秒のタイミングで向井さんがカメラを持ってファインダー越しでねこうね見てるんですけど、そのファインダーから見た先には君がいるってことですよ。うわ、なんかねもう映像的にもドラマみたいですよね。続きいきましょう。うわー嬉しい、終わっちゃったなあ。なるほどね、やっぱここで終わりなんだ。ここでねエンドロールが流れて、でもこれあれかな、左側の向井さんの背景から撮ってる映像に動きがあるのかな。ちょっと見てみましょうか。あ、なるほどね。あ、これはロケ先での写真ってことかな。オフショット的な。エンドロールとねオフショットがね同時に見れるってねいいですね。ここまで来たので最後まで見たいと思います。いいね。いいよ。ここで終わりです。いやー、めちゃくちゃ感動しました。以上、SnowMan向井康二ファインダー歌声分析はここで終了です。いやー、ハッピーエンドでね、めちゃくちゃ嬉しいですね。もうね、本当に曲が始まって8割方もう失恋ソングだっていう風に思って聴いていたし、向井さんの歌声もね、ものすごく切ない雰囲気で歌っていたじゃないですか。でも最後のサビからのハッピーエンドへの急展開がね、僕はめちゃくちゃ嬉しくて、さっき歌声分析中にも言ったんですけども、嬉しすぎてねもう笑顔が止まりませんでした。もうそういう風にですね、人の心を動かしてしまう向井さんの歌声最高すぎましたね。これからも SnowMan 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーのつるさんでした。